皆さんこんにちは、ふゆみんです。今日は冬のカサカサの肌をたったの8時間でもっちもちの肌にする方法についてお話ししていきたいと思います。私の趣味であるポールダンスなんですけれども、ポールダンスをするときに肌が乾燥していると致命傷になるんですね。非常にポールから滑りやすくなってしまうので怪我をするリスクが高いですし、肌が乾燥して滑り落ちそうになったとしてもそれに耐えられる筋肉も必要なので非常に辛いんですね。もしポールから落ちてしまうと大きな怪我をしたり大変なことになるので、やはり普段から肌のお手入れはしていますし、ポールの練習をする時もそうなんですけれども、本番を迎える時も必ず肌はですね乾燥していない状態にキープしておきます。そして今日ご紹介する商品なんですけれども、ある程度の経歴を持つポールダンサーなら必ず持っている商品ですし、この商品が肌に合わないとか効果がなかったというような話は聞いたことないので、ポールダンサーの方でなくてもほとんどの皆さんがですねこの商品の効果を得られるんじゃないのかなと思っています。今日の動画では大きく3つに分けてお話をしていきたいと思います。まず1つ目はどんな人が対象になるのかについてお話ししていきます。そして2つ目ですけれども、この商品を使うタイミングについてお話ししていきます。そして最後に3つ目なんですけれども、商品自体の紹介とその商品の使用方法、そしてその商品を使用する上での注意事項までをですねお話ししていきたいと思います。ポールダンスを始めたばかりで肌の乾燥が気になっている方ももちろんですけれども、ポールダンスをしない方もですねもちもち肌を目指したいという方はこちらの動画を参考にしていただければと思います。まず最初に1つ目ですけれども、この商品を使用する対象の方ですね、いわゆるもちもち肌を目指している方ってどんな人がいるのかなということでお話ししていきたいと思います。私のこの YouTube チャンネルでは、ポールダンスの情報であったりですとか、あとボディコンテンツの情報も発信していますので、そういった人前で肌を露出する機会が多い方はですねもう全て対象だと思いますので、その他でいくと例えばベリーダンスとかもですね、お腹の部分その他の部分も結構露出していると思いますし、あとは、バレエであったり新体操であったりそういった方もですね結構肌の露出はあるのかなと思いますので、それに限らないと思うんですけれども露出する機会がある方ですね。あと人前で手を出すようなサービス業の方もいらっしゃると思います。手を差し出していろんな商品を説明するようなそういった職業の方もですね今日ご紹介する方法をぜひ試してみていただければと思います。実は5年ほどハンドモデルの仕事をしているんですけれども、キヤノンさんの仕事になるんですね。皆さんもご存知の通りキヤノンさんといえば世界中にですね高性能なカメラを作って提供している会社になるんですけれども、その時の撮影でもですね高性能なカメラで撮影されますので、私はですね手のお手入れを十分に気をつけて本番を迎えています。でその時にですね手が乾燥していると非常に気になりますので、手が乾燥している時には今日ご紹介する商品を使ってケアをしています。デートの時にですね持ち肌でいたいなという女性全般にも、このお話がですね参考になると思いますし、男性でもですねやはり冬は非常に乾燥する肌質の方もいらっしゃると思いますし、肌を綺麗に見せたいというニーズだけではなくてですね、その乾燥対策、非常に乾燥したら痒くなると思いますので、そういった体質が嫌だという方もですね今日の、この情報が非常に役に立てば非常に嬉しいです。ですので、男女問わずですねもう皆さんに共通して冬はどうしても肌が乾燥してしまいますので、そういった肌の乾燥に悩まれている方も皆さんにですねこの方法を試していただけたらなと思います。そして2つ目ですけれども、こちらの商品を使用するシーン
についてお話ししていきたいと思います。先ほどからお話ししている通り、こちらの商品は乾燥している肌をもちもちのきめ細かい肌にしてくれる商品になるので、乾燥を感じている時に使っていただければと思います。ほとんどの皆様に当てはまるのがシーズンとしては冬ですね。冬はもう肌が乾燥しているので、冬で肌の乾燥を感じたら使っていただければと思いますし、あとは年を重ねるごとに自分の肌からですね、油分を出す力がなくなっていくそうなので、そういった年齢による肌の乾燥を感じる方であればシーズンに関係なく使っていただければと思います。あとはですね、こちらもシーズンに関係なく何かしらイベントの本番がある時ですね、特別なイベントがある時、人前に出る時もそうですけれども、デートの時もそうだと思います。やはりスベスベの肌でいたいと思うと思いますので、そういった時にですね、こちらの商品をぜひ使っていただければと思います。あとポールダンサーの皆さんに個別におすすめするのは、やはり冬のですね、ポールダンスの練習であったり大事な本番を迎える時にはですね、この商品を使っているかどうかでもう全く違いますので、ぜひ冬の間はですね、もう常に使っていただければと思います。そして最後3つ目ですけれども、こちらの商品について、そしてこちらの商品の使用方法と、あとは使用する時の注意事項についてお話をしていきたいと思います。まずですね、こちらの商品、どんな商品かと言いますと、こちらですね、ユースキになります。皆さんも薬局であったり、最近はコンビニでも見かけるんですけれども、このオレンジ色と薄いオレンジのこのデザインですね、どこかで見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらのクリームがですね、本当に魔法のクリームになります。こちらの商品、私は結構使うのでポンプ式の大きなサイズを買っていますけれども、本当にハンドクリームぐらいの小さい持ち歩きの携帯用のですね、クリームもありますので、小さい携帯サイズですね、そういったものがいい方はそちらを選んで、まずは試しに使ってみていただければと思います。女性向けにはですね、何年か前からミッフィーちゃんとコラボしている商品も確かあったかなと思いますので、概要欄の方にですね、こちらの商品については参考情報ですね、 URL で貼っておきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。次にですね、こちらのユースキンの使用方法についてお話ししていきたいと思います。こちらの商品の裏面にはですね、使用法として患部を清潔にしてから1日数回適量をよくすり込んでくださいと記載されていますが、私のおすすめとしてはですね、1日何度も塗らなくっても1回だけですね、できればお風呂上がりに一度その患部にですね、患部といいますか、患部でなくてもいいと思うんですけれども、もちもち肌にしたいところ全てにですね、こちらのユースキンを塗り込んでいただければと思います。ここにはですね、効能としてひび、赤切れ、霜焼けとは書いてあるんですけれども、こういう症状が出ていなくてもですね、もちもち肌にしたいところ全部塗っていただいていいのかなと思います。ただですね、ちょっと私も怖いので試してないんですが、顔だけはですね、やめておいた方がいいと思います。これはですね、私は全く別の商品でですね、ボディにつけるクリームを顔につけた時に非常に荒れた経験があるので、やはりこれもですね、すごくいい商品とはいえ、体につけるのをおすすめするんですけれども、顔につけるのはですね、皆さんの肌の体質もあると思いますし、コンディションもあると思いますので、皮膚の薄い顔の肌にはですね、ちょっと使わないようにしていただければと思います。もしですね、肌の一部で試してみて相性が合う方はですね、使ってみていただいてもいいと思うんですけれども、私はですね、敏感肌で勇気がないのでちょっと試してはいません。基本的には体に使っていただければと思います。ではですね、ちょっと試しに私がですね、こちらのクリームを塗っていきたいと思います。ポンプ式なので、ポンプでですね、ちょっと画面から外れてしまいましたけれども、出すとこのような少し黄色みを
びたクリームですね。こんなクリームです。ちょっと光沢のあるようなクリームなんですけれども、腕にですね塗ってみますね。最初塗るとこんな感じで結構白くなります。でちょっと今つけすぎかもしれないので両手に塗っていきますね。はい、適量塗っていただければと思いますけれども、ちょっと最初は白いんですが、ずっと塗って伸ばしていくと肌に馴染んできますので、ちょっとつける量にはですね注意していただいて、様子を見ながらこのように最初白かったクリームが馴染むまでもう全体にですね塗っていってみてください。はい、そして今はやはりクリームを塗りたてなのでぬるっとします。ぬるっとというのは他のクリームでもそうなんですけれども、例えばダンスのポールを掴んだらやはりクリームオイルで滑る感じですね。そういった感じがありますけれども、このままですね約8時間放置していただければと思います。つけるタイミングを言い忘れましたけれども、こちらにも書いてありましたが、清潔な肌につけていただきたいので、できればお風呂上がりの清潔で潤っている状態の時にですねこちらのユースキンをつけていただければと思います。そして最後に注意事項なんですけれども、これは皆さんに共通してお伝えできる注意事項なんですが、これはですね結構匂いがするんですね。きつい匂いはないんですけれども、ほんのりとメンソレータムのような匂いがしますので、この匂いがですね気になる方はちょっと注意していただく必要があると思います。そしてクリームを塗った直後というのはやはりちょっと滑りやすいです。一般的なクリームとかオイルを塗った後と同様でちょっと滑るので、例えば足の裏、かかとの乾燥が気になっている方とかだと素足でですね床とか歩くと滑っちゃう可能性があります。転倒すると危ないので、足の裏に使ってみたいという方はですね靴下などを履いていただくのがいいと思います。そしてポールダンサーの皆さんに向けての注意事項なんですけれども、通常はですねポールダンスをする時のマナーとして事前にクリームの使用であったりオイルの使用はですね NG とされているはずです。各ポールダンスのスタジオもですねそういったルールでですね皆さんにお伝えされていると思うんですけれども、このユースキンのクリームを塗って最低でも8時間かそれ以上の時間を空けられるのであれば、クリームを塗ったことによる滑り落ちはですね防ぐことができますので、最低でも私のおすすめとしては8時間空けてからポールの練習なりポールの本番をですね迎えていただければと思います。このユースキンだけが特別なクリームだと思ってください。これ以外のクリームだと何時間開けたとしても普通に滑ってしまうと思うんですね。これだけが本当に魔法のクリームで、ただ保湿するだけではなくって本当にもちもちにしてくれるクリームになります。他の動画でもですねちょっとポールダンサーの皆さんに向けてクリームやオイルの使用は絶対にいけませんよというような情報をですね私の方から発信はしていますけれども、このユースキンの使い方をちゃんと守っている人であればこのユースキンに限りですね使っていいと思いますので、ぜひポールダンサーの皆さんは一度は必ず試してみていただければと思います。失敗談としてお話しさせていただくと、私はですねこのユースキンのクリームの凄さに魅了されてですね8時間も空けずに十分な時間を空けずにポールを使ったことがあるんですけれども失敗をしました。ご想像の通りですね十分な時間を空けていないのでポールを使う時にですね肌がヌルヌルしてもう滑りまくったんですね。もうこのオイルをつけた状態でポールダンスをするというのは本当に危険なことなので、ちゃんとグリップしてたとしてもそして滑り止めをつけたとしてももう滑り落ちてしまうんですね。どうしたらいいかと言いますと、もうシャワーを浴びて完璧にこのクリームを洗い落とすしかないんですね。ただその時にそのポールダンスのスタジオであったりその本番の会場でシャワールームがあるとは限りません。でおしぼりで拭き取る程度だとですねちゃんと取りませんので、ちょっと注意し
していただく必要があると思います。ポールダンサーの皆さんでまだユースキンを試したことがない方は本当に魔法のクリームだと思ってですね、一度騙されたかもしれないと思っていただいて、このクリームをですね使ってみていただければと思います。8時間経つと本当にしっとりと肌がするので、基本的なトリックはですね、滑り止めを使わなくても肌が潤った状態でポールにですね密着してくれるというのがわかると思います。皆さんいかがだったでしょうか。今日は冬のカサカサ肌をたったの8時間でもちもち肌にする方法についてお話をさせていただきました。こちらの動画が非常に参考になった、面白かったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。